花、小花をね集めて描いてみようと思います。この赤い花はこれはダリアですね。から百日草です。ピンク色の千日紅です。黄色いのが菊です。薄紫におしべめしべの部分ね、黄色いのがシオンです。紫色がブルーセージっていうことで、いずれもね比較的小さい花ばっかりですので、主役っていうことにするんであれば百日草あるいはダリアかなっていう気がします。はい、今日の紙です。ホワイトアトソンを 4F サイズに切っています。今日の光はね右上からにします。横構図で描こうと思いますので、花の、上の方だけを描くっていうことになると思います。今日の絵の具ね、ホルベインです。クリムソンレーキ、オペラ、ガーボンジーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ、以上8色で描いてみようと思います。色見本作ってみますね。今日はね細かく分けません。ふんわりと描きたいと思いますので、ピンク色について言えばオペラからちょっと紫がかってセルリアンを混ぜます。さらにちょっと暗い感じの赤っていうことで、クリムソンレーキですね。でこれにコバルトを入れるとセージなんかの紫色、オペラとセルリアンでシオンの薄紫色、クリムソンレーキとコバルトブルーでブルーセージの紫色、そして黄色で菊のね黄色ですね。この辺りのグラデーションで描いていこうと思います。葉っぱについてはサップグリーンもね黄色のそばではいいんですけど、赤色のそばにあんまり綺麗なサップグリーンを持ってきてしまうとやっぱりサップグリーンの方が勝っちゃいますので、セルリアンとバントアンバーを混ぜて灰色っぽくする。暗い部分でいけばウルトラマリンディープとバンタンバを混ぜて非常に暗い緑色といいますか灰色ですよね。青っぽい緑色から灰色にかけての色を作って暗い部分を締めていくっていうことになると思います。下絵を描いていきます。右上からの光に合うように左下から茎を伸ばすっていうことになると思います。気をつけなきゃいけないのは全部同じようなサイズでずっと半円を描くっていうのはまずいわけです。こういうふうにねデコボコさせるっていうことがミソですよね。中心となるべき花はこの対角線のこの辺りに持ってきたいので、この辺りに2輪あるいは3輪目をねここに置くとかね、百日草でもダリアでもいいと思うんですけど、一応これをダリアにしときましょうかね。でこっちの2つを百日草っていうことでね、一応区別はします。色がきれいにこうグラデーションが効いてますねっていうのが一番の目標かなと思います。この周りを、こういうふうにこちらにシオンですね、こちらにもちょっとシオン、そして向こう側にブルーセージということでいいかなと思います。黄色い菊をねどこに持ってくるかっていうことなんですけど、この主役の周りにちょこちょこ黄色を入れていって、全体的にね明るい元気な色合いになるかなと思いますのでね。でシオンの中にもこう中心部のこのちっちゃい花の塊は、黄色ですのでね、黄色がちらちらこうあちこちに散っているよっていうことになろうかと思います。下絵をはっきり描いておくべきはこの中心の花、これ百日草にしますよ。百日草の花びらを何枚かはねきっちり描いておくべきかなと思いますね。全部曖昧にしてしまうとちょっとぼんやりしすぎると思います。百日草ですね。これは光の方向いてますけど、こちらの向こうになった百日草はちょっと左上向きっていう感じで描いてみようと思います。そしてダリアです。ダリアも真ん中にちょっとね本当の花の塊、いずれもキク科ですので
本当の花はこの中心部の黄色い部分になるわけです。これもね、ダリアも少し花びらをこのくらいにしますよっていうことでね、書いておこうと思います。ダリアの額辺です。ちょっとだけ見せた方がいいのかなと思いますね。そして千日紅が薄いピンク色ですのであんまり自己主張しないんですけど、丸い可愛らしい形をしています。こんな風に散っていくっていうことで、赤からピンク色にかけての色が両側にこうずっと流れていくっていうことになろうかと思います。黄色い菊がここに黄色が欲しいなと思うところに持ってくるっていうことでね、いいかなと思います。これが菊ですよって分かる程度の下絵っていうことで十分かなと思います。シオンなんですけど、下絵を描くとうるさいだけになってしまいそうなので、大きくこう流しますね。ここがちょっと空きすぎますので、ここにこっち下向きのねダリアをこの2つに近づけて、ダリアをここに持ってこようと思います。マスキング液でここぞというところをちょっと抜いておこうと思います。百日草の真ん中の黄色い花です。実際はね5つ花びらがあるんですけど、そんなに細かい表現は必要がないので、手で抜くよりは簡単にマスキングで抜けますのでね、ちょん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 とこうやっておきます。それからダリアの中の黄色い中心の本当の花の集まり、これもちょっとだけマスキングでカバーしておきます。はい、マスキングはね今日はこのくらいにしておきますね。マスキングが乾いてから下塗りに入っていこうと思います。いらない鉛筆の線もね消しておきます。いらない鉛筆の線は消しました。からね、ここの百日草とダリアあるいは菊のね線もなるべく薄くしました。マスキング乾いてきましたので下塗りに入っていこうと思います。ピンク色です。百日草あるいはダリア、ピンクの千日紅の色ですね。その花の中に限定的につけるっていうことではなくって、その辺り一体に入れるっていうことになります。薄くしますね、下塗り。少しセルリアンも足します。で、光が右上からなので一つの花で言えば左側に入れるっていうことになります。こうやってポツ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 と塗りました。続きまして黄色ですね。ガーボンジーです。これを、百日草あるいはダリアの中にも入れておきます。どこに黄色があったらいいのかなっていうことを考えながら入れていく。さらにシオンの薄紫色、オペラとセルリアンで、セルリアンを少し多めにっていうことでね、薄紫ですね。ここがシオンですっていうふうに決めるっていうことではなくって、ここの辺りにこの色があるといいんじゃないですかっていうその程度の話ですね。そして、ブルーセージの青紫、コバルトブルーとクリムソンレーキでちょっとコバルトブルー多めです。薄くします。こんな感じでね、これを水筆でしっかりぼかします。気楽に伸ばすっていうことですね。葉っぱの色まだ入れていませんけどね、あまり焦って入れることもないかなと思います。花の色としてずっと伸ばしていきます。自然ににじみ合うようにするっていうことです。はい。で、だいたい取っちゃいます。ほとんど取ってしまうぐらいのつもりでね、取ってくださったらいいかなと思います。はい、これで下塗りが完成です。じゃあこれでちょっと乾かしますね。はい、じゃあここでね、生乾きで乾きましたので、線描をちょっとやっておこうと思います。鉛筆の線をほとんど描いていませんので、いくらかね線描で形をはっきりさせておく必要があるかなと思います。百日草のピンク色の花びらをね描きます。
ここへねちょっと赤紫を垂らし込んでいますが、それと似たり寄ったりの色でいいと思いますのでね、全部描く必要はもちろんありませんので、何枚かを描くっていうようなつもりで描きます。で、あまり写実的なことにこだわる必要はないですね。大体の雰囲気を書き込むっていうその程度のことでいいんじゃないかなと思います。百日草が2つ、そしてダリアの方ですね、ちょっとクリムソン足して赤みを強くします。これもね全部書き込む必要はもちろんありませんので、大体の感じっていうことでね、いいんじゃないかなと思いますね。はい、こちらもね。そして菊の方もねちょっとだけ書いておきますね。カーボンジーノーバー一色だとちょっと分かりにくいかもしれないので、この辺の赤をちょっと入れて少しねオレンジ色に傾けます。小さくって細かいので、全部描く必要はもちろんないわけですね。この辺にそれらしい花びらがある程度あるんですよっていうことが分かる程度でいいかなと思いますね。で鉛筆で描いてないところにも当然配置していいと思いますので、ちょっとこういうところにも黄色が欲しいかなって思うところに描いていくっていうことになると思います。千日紅忘れてました。ちょっと千日紅もねピンク色でねちょっとだけ描いておきますよ。こうね千日紅小さいまん丸っていうよりも小さい花びらの塊が丸くなってるよっていうぐらいのもんですのでね、ちょっとだけそれらしく描いておきます。はい、そしてシオンですね。シオンもね小さいお花の塊ですので、あまり描いても、ややこしいだけっていう話で終わってしまいますので、ちょっとねこんな感じで一部描きました。ここシオンがあるんですよって分かる程度のことでいいんじゃないかなと思います。そしてブルーセージの方はスパッタリングで入れようと思います。青紫暗めのね、大体の位置取りを決めました。ここから細かくね影をつけていこうと思います。百日草の影、花びらと花びらの重なりを暗くします。オペラですね、ここの暗い色を足します。それと同時にサップグリーンをちょっとだけ入れます。つまり茶色に傾けるっていうことになると思いますね。でこれを薄くしてこの花びらとこの花びらの重なりに置いていきます。少しだけ水筆で伸ばします。なんとなく重なりがあるよねっていうぐらいのことでいいかなと思います。ダリアの方はクリムソン多めにします。花びらが多いので当然隙間とかかぶりがすごく多いわけです。そういうのをねこうやって徐々に足していきます。から菊についてもねちょっと赤みを増やしますよ。そして根元をちょんちょんと暗くしていく、その程度のことになろうかと思います。千日紅について言えば下半分、光から遠い方半分を塗りつぶすっていう感じになろうかと思います。はい、こんな作業です。シオンについては花びらをしっかり入れていかないといけないんですけど、薄紫を作ります。ポツポツ描きましたよね。この近辺に何個か花の塊が当然あるわけです。だからはっきり花の形は作らないんだけど、ポツポツねここに花があるんですよっていうことが分かるようにこんな風な感じで描こうと思います。シオンの場合はちょっとね形がまだはっきりしませんので、ちょっと半分ほどねこうやってぼかしておきます。この形がくっきり残るんじゃなくって、いっぱい固まってる花の一部をちょっと塗ってみましたよっていう、そんな感じのイメージです。シオンの場合塊の
裾の方は少し暗くしないといけないので、こちらで使った青紫をこうやってちょっと差し込んでおくと、こっちがこの塊の中では下の方になるんですねっていうことになると思います。これもちょっとねこうやってぼかしておきます。セージの方ですが、セージは何個かは花の咲いている状態を足したいので、ちょっとだけこうやって膨らませます。これでもうほとんどブルーセージの雰囲気になっちゃいますので、こういうことをあっちやこっちでやっていきます。青紫がどんどん増えていくとまずいので、赤い花をね隙間から見せるっていうことが必要です。例えばこれがシオンの端っこだとしますよ。そうするとシオンの向こう側に実は赤い花がありましたっていうことで、赤色をここに伸ばすわけですね。手前はシオンなんだけど、シオンの向こう側に百日草かダリアの赤い花が実はありましたっていうことになりますね。こんな感じで右はずっと下へ下へ伸ばし、左は上へ上へ伸ばすっていう感じで、こういうふうに広げていこうと思います。じゃあちょっとやってみますね。はい、乾きました。だいぶね形が出てきたと思います。でここで少し茎や葉っぱをねいくらかは描いておく必要があるかなと思います。葉っぱ込みで茎を描いてみます。サップグリーンですね。セルリアンブルーです。バントアンバーです。なるべく灰色っぽい緑色っていうことでやってみます。まずねこの中心の百日草ですが、この辺りからこういうふうに茎が出ました。ところどころこうやって切っときますね、わざとね。からこちらの百日草の茎もほとんどいろんなものの影に隠れてはっきりとは見えないわけです。からこちらのダリアですね。ところどころ押さえておきます。この千日紅の方ですね、これもね千日紅もねそれなりに枝分かれをしますので、枝分かれをしつつっていうことでね。そして菊ですね。菊は一箇所からたくさん分かれて花がつきますので、そういう雰囲気をね少し醸すっていうことに、そういう雰囲気にするといいかなと思いますね。菊の場合はねちょっとここの萼片ですね、萼片もちょっと見せてあげるといいかなって思います。あまりたくさん描きません。とりあえずここら辺にそういうものがあるんだよっていう程度にしておきます。はい、そしてもっと暗くしてシオンの茎ですね、当然もうほとんど見えないわけです、この後ろの方にはね。シオンの場合も枝分かれをしながら咲いていきます。あまりきっちり描きませんよ。見える範囲で描きましたという感じです。菊もシオンもね同じような感じです。萼片をちょっとこう描かれるといいかなと思いますね。そしてセージですね、ブルーセージ。ブルーセージの場合はねもうほとんどね花と同じような紫色でいいような気がします。こんな風にね軸をちょっとね描き入れておきますね。ところどころに葉っぱをつけますが、たまたまそこに見えている葉っぱですよっていう程度のことでいいと思います。灰色っぽいね緑色っていうことで、例えばここに百日草の葉っぱをつけてみます。これもちょっと軽く押さえておきます。そして菊の葉っぱも灰色っぽい色にします。小さい葉っぱです。ちょっとね虚子がはっきりしてますよね。そして百日草の真ん中の本当の花の塊ですね、これをちょっとね入れておくといかにもっていう感じがすると思いますので、クリムソンレーキに少しサップグリーンを入れて茶色っぽくしますね。ここに持ってきます。マスキング液もかかってはいるんですけど、
筆で置く時もちょっとねプツプツ感を出されるといいかなと思います。ダリアの真ん中がギュッと着込んでますっていうのがもうちょっと強調したいので、クリムソンコバルトブルーと少しバンタンバンも入れます。でここですね、付け根です。花びらのここをしっかり暗くして込んでるんですよっていうことがおのずと分かるようにします。こちらもですね、はい、ちょっとだけぼかしておきます。そしてシオンの花びらをいくらかはねはっきりさせたいので、セルリアンとオペラです。綺麗な赤紫を作って、ところどころに花の一部が見えてるんだけど、それが折り重なってましたよっていう感じでポツ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 描いていきますね。場所によってはちょっとねへりの方をこのようにちょっとぼかしていただくといきなり感がちょっと減るかなっていう気がします。最初にも描いたんですけど、わずかに大雑把に描いていますので、もうちょっと足していってシオンの塊がありますよっていうことがもうちょっとはっきりさせたいかなと思います。でこうやっていくと乾ききっていないところにガーボンジーをポツポツとにじませます。これが真ん中のおしべめしべの塊っていうことになります。ページの方の青紫ですね、これもね足りないわけですね。コバルトブルーとクリムソンで青紫を作って、こういうところにねもう少し具体的な花の形を出すといいかなと思います。これを塗るとちょっとねこれ濃いんですね。一応塗りました。ちょっと押さえます。まだらにね、取りましたっていうぐらいがいいかなと思います。花びらの先っちょがこう2つに分かれているんですけど、それをねすごくはっきり見せる必要はないかなと思います。いくらか見せるっていうぐらいでいいんじゃないかなと思います。じゃあねこんな風にしながらもう少しねそれぞれの花を充実させていきます。黄色い菊もね真ん中が平べったいおしべめしべの塊になっていますので、そこのところはね少しバンタンバンを混ぜた黄色で暗めのプツプツ感をちょっと出しておこうかなと思います。じゃあそれぞれ手を加えていきますね。それぞれにね葉っぱとか茎とか萼ですね、かなりつけたので位置取りがはっきりしてきたかなと思います。青紫とか緑を増やしましたので相対的に赤が減ってしまいました。赤をね少し足しておこうと思います。千日紅ですね、もう少しねプツプツっとさせたいのでオペラです。セルリアンをちょっぴり入れますよ。スパッタリングでプツプツを散らします。プツプツ感を出しますね。あまり遠くへ飛ばすといけないのでかなり画面に指を近づけて、平筆の小さい筆ですね弾きます。そうするとあんまり遠くへ飛ばずに、この辺りだけに飛んでくれるかなと思います。ちょっとこのね向きを変えますよ。はい、そしてこの真ん中あたりにもう少しね綺麗な赤色と紫のグラデーションを作ります。他がかなりはっきりしてきたので相対的に弱まってしまいましたのでね、オペラにセルリアンを入れてちょっと赤みが強い方がいいので少しねクリムソンも足してみます。この百日草の外回りです。がダリアの外です。はい、外に置きました。で続けざまに青紫、この色にコバルト
あるいはセルリアンを増やしてその続きに持っていきます。明るい方がいいなと思うところにはセルリアンを増やすといいですよね。はい、お水でぼかします。下に書いているものがね、これで全部消えるわけではありませんので、しっかりグラデーションをさせていただくと綺麗な色がね出来上がるかなと思います。で、場所によっては黄色をねもうちょっと足してもいいかなと思いますので、ガーボンジーノーバーの純色を置きます。非常に綺麗なねグラデーションができますので、絵の中心にねふさわしい色になるかなと思います。下の方の葉っぱが集まっている場所っていうことで、コバルトブルーをね増やして、この辺り、コバルトブルーのこれ純色なんですけど、しっかりぼかします。コバルトブルーが目立つようではちょっと困るので、これにバンタンバーを少しね足して、もう一回ね上からぼかします。灰色っぽいね色がこの辺に展開すると少し落ち着いた感じになると思います。あまりね汚さない方がいいと思います。で、しっかりぼかしておきますね。で、ここですね、光が右上からですので、この左下っていうのは一番光から遠い部分に当たります。ここはちょっとね暗くしておきたいわけです。セルリアンブルーとオペラを混ぜて綺麗なね紫色だと思います。こちらの白地を埋めておきます。はい、これでちょっと乾かしてねマスキング液取ります。もう仕上げに入りますね。マスキング液もね取りました。もうほとんど出来上がったような気がするんですが、ここですよね。充実させる必要があるかなと思います。だからここの白地がねちょっと残りすぎていると思いますので、埋める必要があるかなと思います。じゃあまずここの花びらをねもう少しはっきり何枚かね足していこうと思います。まず線描してみますよ。はい、折り重なりながらね花びらが展開してますよっていうことですので、少しね枚数を増やします。ダリアっていうことで書いています、これね。で、ここの真ん中の本当の花びらですね、もうちょっと花びらっぽくねやっておきますね。バンタンバーとガーボンジを混ぜた色ですね。これで暗いところを暗くして、もうちょっと花びららしい形にしておこうと思います。これはダリアですので1個の花の形とかいうことはないので、プツプツにねしておきます。これもねダリアですので、プツプツにしておきます。で、ここの花びらの形に沿うように入れておきますね。こっちもね花びらの形をもうちょっと出そうかなっていう感じです。で、ここなんですが、ガーボン地先にちょっと投入します。そして薄い青紫をお互いに接することによってちょっとにじむわけですよ。ここですね、もうちょっと茎なり葉っぱなりが必要かなと思いますので、灰色っぽい緑を作ります。
もうちょっと形を出すべきかなと思いますので、線描でちょっといってみます。でここはねもう突き抜けるべきだと思いますね。中途半端にやめないで全部突き抜けるべきかなっていう気がします。ちょっと葉脈なんかもね入れときますね。千日紅の丸い形をもう少しはっきりさせます。で水筆でぼかしておきます。周りを暗くしてちょっとねここの黄色が強すぎると思いますので、ここに赤をねクリムソンです差し込んでおきます。ここにもちょっと赤がいるかなっていう気がします。赤が後ろにある花の色なんですよっていうことでね、手前にシオンあるいはブルーセージの花があって、その向こうに赤い花の色が見えてましたっていうことでちょっと差し込みます。赤がねちょっとこちらに少なかったような気がします。もうちょっと赤が欲しいんですね、こう流れていく。はい、じゃあこれでね完成にしたいと思います。ここへサイン入れときますね。